ドラゴンの死、竜、聖夜をはじめとする多くのブロンズセイント同様、グラード財団総帥の木戸光政の100人の非嫡出子の一人として生まれる。光政からは認知されておらず孤児として育ち、他の兄弟と同様、木戸光政の子であることを知らずに育った。中国ロザン五老塔で老子ことゴールドセイント天秤座の道子に師事し、5年にわたる修行の末にロザンの大幕府をも逆流させるドラゴン最大の奥義ロザン昇竜派を体得。大幕府の底に眠っていた竜星座のクロスを得てセイントとなる。当初は死の教えを試すために戦いの場に臨んでいた。アルゴルとの戦いで視力を失ったことからクロスを返上し、修行地の五老峰で生涯を終えようと考えたこともあったが、サンクチュアリでの異変を知って戦いの場に復帰した。誰よりも友情に熱く正義のセイントとして覚醒していく。12級でヤギ座の修羅との戦いの際、自分たちのような不幸な子供たちがいなくなるなら、この命など安いものと自らの命と引き換えにロザン交流派を放ち、修羅と共に宇宙の塵となった。しかし修羅が支流だけでも助けるために自らのゴールドクロスをまとわせ地上に戻している。続編セイントセイヤネクストディメンシン冥王神話では、捨て子の赤ん坊を昇竜と名付け、幼なじみの春麗と共に育て農業に勤しんでおり、氷河が聖夜を救うべく共闘を持ちかけるが一度拒否。しかしその後現れた鳥羽と対峙し、友のために戦わない奴を許せないと滝に落とされたことで聖夜の救出を決意し、竜星座のクロスと老子の杖を持ち氷河の後を追う。過去に来襲して天秤宮に落ち、天秤座のゴールドセイントで当時18歳の道子と対決した。なお前作のポセイドン編では怪盗士クリシュナとの戦いで一時的に失明したが、同作品では回復に至っている。セイントセイヤオメガでは春麗との間に実子竜光が生まれており、彼の死でもある。過去のマルスとの戦いの影響で五感を失った状態にあり、他人との交流はコスモを通じてのみ可能。ドラゴンのクロスはすでに竜光に譲り守り続けてきた天秤座のゴールドクロスは、かつて同子の元を出奔した弟弟子の玄武が受け継いだ。ただし玄武によるとし、竜が天秤座のゴールドセイントとなっていた時期があったもの。後にアクスの滅亡に伴い魔性から回復したが、新たな戦いを予見して五老峰で竜光を再度鍛え上げ送り出す。その後玄武の戦死を悟り氷河や春と一緒にアラスベルダへ赴き手賀人の救護を担っていたが、時の門の前にて竜光が預かっていた玄武のセイント石から天秤座のゴールドクロスをまとってゴールドセイントに復帰、竜光と共にドベルグの道を進む。本作での属性は水、人物像、性格は誠実で勤勉、思慮深く落ち着いた性格であり、後にセイントの要となり得る存在とまで呼ばれている。大変義理がたい性格である。外見は腰近くまで伸びた黒髪が印象的な美少年。なお初期アニメで体型をがっしりとした筋肉質に描かれたために、その武骨なイメージが根強く未だに誤った体型で描かれることが多いが、ゴールド、ブロンズの中で一番痩せている。連載当時より公式設定数値は 172cm53kg と、全セイントの中でも一番壮身。アニメージのブロンズ5名の描き方特集ページにおいては、荒木慎吾氏に顔として最も整っていると評価された。当時の作品の熱狂的人気のせいか、第2回特集において全員魅力的というフォローが入った。同子によってセイントとしての東方のみならず生きるという根本的なことを教わり、孤児という境遇の中で光明を見出したし、竜にとって修行地である五老峰はセイントとなった後でも安らぎの場所である。春麗からは深い愛情を抱かれており、死、竜も彼女を通じて人間の心の温かさを初めて知ることができたと述べている。アニメでは同子、春麗と共に家族のように食事をとるシーンも描かれた。師匠の同子からの第一印象は、後年の車ダッシュ加筆版でも堅物すぎてつまらんから帰れ、セイント向きではないという評価だったが、ハーデス編では老子と一緒に戦って死にたいという言葉を聞いた同子は、
最終的にはアテナ、木戸沙織にはわしがお詫びしておくから好きにしろ、名刀士を倒せと命じた。不器用な弟子であったが、同小橋流の実直さ、誠実さ、正義感の強さがセイントとしての最大武器と認めていたが、同時に柔軟性に欠けてるとも指摘しながら愛していた。攻防のバランスが取れたセイントで、盾に頼らずとも身軽なため回避能力にも優れている。加えて連続攻撃より一撃必殺の技を多く持つ。戦いにおいてはあえてクロスを脱ぎ捨てるなど口述の龍門の演出もあってか、クロスを脱いだり破壊された後はおおむね上半身裸になる。敵前で自身を追い詰め背水の陣でコスモを高めていく。そのため限界を超えた戦いの最中で出血多量や失明、挙句には下死に至るなどの重傷を負うことも多い。コスモが最高点にまで燃え上がると、竜が天に昇る時に発するという臨気が全身に満ち、背中一面に竜の姿が浮かび上がる。後にセイントセイヤネックスト民神明王神話で語られた設定によれば、この竜は竜門と呼ばれ、同この背に浮かぶ猛虎と同じくセイントの要として天秤座のクロスをまとう資格の証とされる。本編終盤では師匠である天秤座のわらべ虎と死闘を繰り広げたヤギ座の修羅の2人の黄金聖闘士の技を受け継いでいる。セイントセイヤオメガにおいては厳格な武人に成長しているが、同子に教わった譲り派の心を実践し、息子の流行をはじめとする新世代のセイントの成長を促すことを第一とする。他作品映画セイントセイヤレジェンド・オブ・サンクチュアリでは16歳 177cm 信念のために命を投げ出すことも厭わない義の男コスモが最大に燃焼すると、自らの背中に昇竜が発現する。非常に真面目な性格をしているが天然な面もある。常に敵との遭遇を念頭に置き、日常的にクロスを装着しているなど、クロス並みの頭の硬さと仲間から呆れられた聖夜たちと共に沙織を狙うブロンズセイントを蹴散らし、彼女と出会う。木戸邸では来襲したアイオリアとの戦闘で歯が立たなかったが、光り輝くコスモを放った沙織を真のアテナと確信する。沙織を封じ到達した十二宮では巨海宮でデスマスクを倒す。木戸邸では表紙に五郎法に座す老子が描かれた雑誌月刊五郎法を読んでいた。クロス、竜星座のクロス。色は竜の鱗のような深緑。飛竜直下3000尺と謳われるロザンの大幕府の水に打たれ続けていたことにより、全てのクロスの中で最高の高度を持った右拳及び盾を持つ。盾は取り外してフリスビーのように投げて敵を攻撃することも可能。原作とアニメの相違でクロスの自動装着は原作ではなかったが、アニメは星座名を呼べば自動装着される。原作では師匠老子天秤座の同子が同じゴールドセイントの星座の蟹座のデスマスクに襲われた際に、ロザンの滝壺に落とされ、ドラゴンとのつぶやきで自動装着された初の原作版のセイントである。戦闘がない限り、竜星座のクロスはロザンの滝壺に置いている。ペナサスのクロス同様、自らの血やゴールドセイント、アテナの血によって様々な進化を遂げる初期ブロンズクロス。ムーによる修復、溝落ちの装甲が五角形、ベルト、ウエストのバックルのデザインが変更。初期になかったかかとフットのパーツが追加。以降、基本デザイン新生ブロンズクロス、最終ブロンズクロス、ゴッドクロス。その度にデザインが変化していくが、竜の角とヒゲをあしらったヘッドギアと左腕の盾および両肩の竜の爪は竜星座のクロスのシンボルとして進化の際にも受け継がれていった。アニメオリジナルの初期クロスも盾と竜の爪はほぼ同様のデザインがされている。また最終的にゴッドクロスへと進化した際には翼が追加された。天秤座のクロスがイオポセイドンとの戦いや劇場版において五郎砲から動けない死に代わってクロスを身につける機会があり、勝利に貢献した。しかしタナトスとの戦いにおいては全く抵抗する暇もなく一撃で粉々にされている。セイントセイヤオメガにおいては天秤座のゴールドクロスを管理しており、
ゴールドセイントの資格も得ていたが、マルスとの戦いで負った魔性の影響で五冠を失い、弟弟子である玄武が天秤座のゴールドクロスを継ぐこととなった。パラスとの戦いで玄武が戦死した後、彼の意志を継いで天秤座のゴールドセイントとして復帰する。ゴールドクロスの形状も玄武が装着していた時とは変化しており、原作ではヘルメット型であったマスクが角飾りの衣装をほぼそのまま残したヘッドギア型となっている。ヤギ座のクロス、ヤギ座の修羅に対してロザン交流波を放ち、相打ちとなった際、改心した修羅が死の直前に竜に一時的に装着させ、彼の命を救った必殺技、ロザン昇竜波。ロザンの大幕府をも逆流させるという支流最大の奥義、完全燃焼させたコスモを込め、主にアッパーカットで強力な拳を放つ際に全身の力を込めるため、無意識に左拳のガードが一瞬下がり、心臓がガラ空きになるという弱点を聖夜に見抜かれ破れる。修羅に同様の弱点を指摘された際は、それを逆手にとって捨て身の攻撃を放っている。また体力の消耗が激しい時に使用するとパワーに耐えきれず、全身の毛細血管が破れて血液が噴き出し死に至るという死の道子から授かった技であり、道子自身も全聖戦時の18歳当時に使用している。当時の威力は死、竜と互角であったヤギ座の修羅に時義と揶揄されたが、昇竜派はこの死竜が命を懸けて得得した奥義と誇りを持っており、それは百竜派を得得してからも変わらなかった。死竜のセイントとしての代名詞でもあり、これを得得してセイントになるまで5年の年月を要した。開眼するまでは道子にロザンの大幕府をも逆流させるというのは天地の法則として不可能と泣き言を漏らしたが、その不可能を可能にするのがセイントと一括され、竜星座のセイントとして覚醒した決め台詞は、ドラゴン最大の奥義から始まりし、竜にとっては終始最大の必殺剣である。原作、アニメ、ゲームいずれも昇竜のイメージが付加されている。昇竜そのものをぶつける描写もあれば、あくまでアッパーカットが本来の打撃で、竜はイメージに止まる描写まで様々である。ロザン竜飛翔、竜の闘気を全身にまとい、自らの肉体を拳と化して相手に突進する技、闘気のみを相手にぶつけることもできる。原作、アニメともに登場回数は少ない。ロザン百竜派、本来は道子の技。蓄積したコスモを両将から無数の竜の姿として打ち出す。支竜もハーデス12級編で下肢の方より復活した死の道子から全教皇のシオンとの戦いの際に受け継ぎ、冥界嘆きの壁前での戦いではこの技を名闘士の精鋭3人に放ち2人を一度に倒した。ロザン交流派、相手を羽交い締めにして全コスモを爆発させて超高速で飛び上がり、上昇時の摩擦熱によって相手を消滅させる大技。しかし自分自身も摩擦熱に耐えきれずに死んでしまうため、死道子より禁じ手として封印するよう命ぜられていた。ヤギ座の修羅に追い詰められたし、竜が起死回生の技として使用し相打ちに持ち込んだ。この際に自身の間違いを悟った修羅にゴールドクロスを譲られたことで生還を果たした。アニメオリジナルの北欧アスガルド編ではジークフリートへ使用を試みたが、ヤギ座の修羅に止められ、オーディーンサファイア消失を防ぐため発動しなかった。聖剣エクスカリバー、本来は修羅の技、鋼のように鋭い手と腕、どんなものでも真っ二つにする。その威力は最高のドラゴンの盾をも真っ二つにするほど。後にし竜が修羅の魂より受け継ぎし、竜がコスモを最大限にまで高めることで初めて使用することが可能となった。初使用はポセイドン編の海将軍ジェネラルの一人クリサオルのクリシュナ戦であり、チャクラと称されるセイントの生命点に位置するものが頭部の中央から股下まで一直線であったために、エクスカリバーで一刀両断し粉砕し倒している。クリサオルはポセイドンの息子の化身であり、かなりの強敵であった。実際にクリサオルの矛に竜星座の強化後の盾が貫かれているので、エクスカリバーなしでは勝てなかった相手であった。当初聖剣は右腕に宿っているとされたが、名闘士ゴードンとの戦いでは左腕が聖剣と呼ばれている。このため OVA セイント聖夜冥王
ハーデス明快変更小6話では、シュラは左腕に聖剣が宿っていると述べるが、セイントセイヤ冥王ハーデスエリシオン編第1話では、この場面は右腕に再訂正されている。チャンネル登録、高評価お願いします。